tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better. こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は今 IKEA に行ったらチェックしてほしい新商品を紹介します。私は週に1回は必ず IKEA に通っているので、最新情報をお届けします。セール情報も少し追加したいと思います。 IKEA はオンラインでも購入できますので、ぜひチェックしてください。まずはキッチンコーナーです。人気のグラスに新色が出ていました。この4色違うカラーがセットになったグラスなんです。新色もとても可愛らしくって、ちょっとイチゴっぽいカラーだったり、この左側の4色が新色です。で、右の4色は以前の商品です。今もちょっと在庫は売ってるみたいですね。このグラス軽めで使いやすいです。私もこの旧カラーの方を持ってるんですけども、色がまず可愛いっていうのと、色が違うので家族でとかお客さんが来た時に自分のグラスとかが分かりやすいっていうメリットもあります。私は黄色みたいな感じで決めておけます。で、もちろん食洗機 OK ですし、そこまでむちゃくちゃ薄いってわけじゃないので、普段使いに気兼ねなく使えるグラスです。今回も色がとても可愛いですね。中の飲み物の色とあんまり喧嘩しなさそうな色ばかりで使いやすそうだなと思いました。この旧カラーの方は店によってはサーキュラーマーケットっていうアウトレットコーナーに行くと値引きされて出てたりもします。インスタのストーリーズでもうすぐシェアしたんですけど、この4色はすごく可愛いっていうんで、すごくリアクションたくさんもらいました。もう少しグラスを紹介します。こちらは周りのカットのデザインがとても綺麗なグラスです。こちらは1個単位で買えます。 IKEA で売っている他のグラスよりもちょっと小ぶりなんです。収納に困らなくていいなと思います。あとこちらもとても軽いです。最近このちょっと軽いシリーズが増えてきてますよね。こちらのグラスはピンク色もあります。とても薄いピンクで綺麗です。こちら食洗機は OK なんですけども、70度までで、熱い食べ物や飲み物は50度以下に冷ましてから入れてくださいという注意書きがあります。 IKEA のプレス向けイベントに参加して皆様にもシェアしたい内容がありました。テーブルウェアに関する内容でしたが、こちらのグラスがとてもいいなと思いましたので紹介します。人気商品なんですけど、皆様ご存知でしょうか？私は知りませんでした。ワイングラスの足がないバージョンみたいな感じなんです。そこが平らになっていまして、手の収まりもいいし安定感もあってとてもおすすめということでした。確かにもう持ったらものすごいガラスが軽くて薄いんですよね。もう倒したら割れちゃうだろうなっていう感じの繊細なグラスです。ワインとか飲まれる方におすすめだそうです。ビールもとても美味しく飲めそうです。こちらのグラスも1個単位で買えるのがとても嬉しいなと思います。このクオリティでこの価格はとてもいいですよね。さて、ここで IKEA が提案するテーブルコーディネートを紹介します。こちらは赤とピンクが可愛いコーディネート。グスタフさんのコレクションのお皿が使われています。小さいテーブルの時は左右に高さを出すと華やかになるよというアドバイスがありました。こちらのテーブルはトラディショナルな北欧スタイルのコーディネートということです。こちらは真ん中にサービングスタンドを置いて高さを出しています。全体的にナチュラルなカラーのランチョンマットや食器が使われていますね。このキャンドルホルダーは新商品です。この下駄履かせたみたいな形がとても可愛いです。クリスマスツリーにつけそうなライトを花瓶に入れて飾っているのもとてもいいですね。またこのサービングスタンドの下にあるのはクリスマスのリースを葉っぱのところを外して下に敷いているということでした。クリスマスパーティー感出ますよね、これで一気に。3つ目はホワイト色がベースのコーディネートです。こういうシンプルな白の食器でも重ねることでこんな華やかになるんですね。パーティー感出てますよね。 LED のキャンドルだと手軽に使えていいですよね。また IKEA ではクリスマスらしい赤い縁の入った食器などもあります。で、この後なんと私もテーブルコーディネートに挑戦してみました。グスタフさんのコレクションとベージュ系のアイテムを混ぜてみようという
試みをしてみました。ピンクとベージュは合うんだなっていうことが分かりました。サービングトレイが机の面積に対して思ったよりも大きくてちょっと反省点です。いや、なかなか難しいですね。新商品のベンチを紹介します。 IKEA にしては幅方向がコンパクトなベンチが発売されました。靴などを収納しやすそうな棚が間についています。パイン材なのでとても明るめのお色で、パイン材そのものの無垢材なのでお値段もかなりお手頃になっています。最初見た時はちょっとシンプルすぎるかなと思ったんですけども、こんな風にベージュのチェアパッドを合わせて置いたらとてもおしゃれになるんだなと分かりました。なんなら無垢材なので自分でペイントすることも可能です。靴は3足ほど横に並びそうですね。今期ベンチは他にも出てまして、こちらちょうどルームセットにディスプレイされていました。こちらは足がブラックなんですけども、足がベージュのタイプもあります。お値段お手頃なんですけども、ペイントされてるせいであまり安っぽく見えないのがいいなと思います。この天板もですけど、下の部分に何も張りがなくってすっきりしているので、下も結構物を収納場所にしたり使いやすそうです。でこういうベンチってディスプレイにも使えますし、実際人が腰掛けても大丈夫なので椅子としても使えるのでとてもいいですよね。私も窓辺にスコグストのベンチをリビングの窓辺に置いてますけども、上はディスプレイを楽しんで、下はバスケットを置いて収納したり大変重宝しています。こちらはもともとダイニングセットのシリーズとして発売されています。こちらがダイニングとして使った場合のルームセットです。こちらはベージュのセットが置かれています。手前のが先ほどと同じタイプのベンチの色違いです。テーブルはこう伸長式になってまして、こう伸ばした今は形になっていますね。3人は余裕で並べそうですね、これだけ幅があると。はい、こちらダイニングチェア3脚並んでいました。同じシリーズのものです。座面はクッションタイプになっていて洗えます。今期はミラーがたくさん新商品が出ています。こちら2種類紹介したいのですけども、まずこちらのブラックの方から紹介します。こちらは非常にシンプルなデザインとなっています。お値段もとってもお手頃です。こちらはグレーベージュも色違いとして出ています。サイズも3種類の展開があります。他の商品と比べるとちょっとね、縁は太めではあるんですけども、でもシンプルなデザインだと思います。こちらはグレーベージュの方です。で上に映っているのがまた新商品のミラーなんですけど、今イエローが映っていたのと、もう一つホワイトも出ています。こちらは縁の方にちょっと面取りのデザインが入っているので、結構エレガントな雰囲気に見えます。この縁のところですね。これがあるだけで全然ね、雰囲気が違うんですよね。でこちらもこういう長い姿見のサイズと2種類の展開があります。こちらのデコレーションライトなんですけども、結構昔売ってていつの間にかなくなってて、また復活していました。スバルトローという名前で、前と同じ名前で復活しています。一時ストローラーで販売されていたみたいなんですけども、商品番号が一緒だったので同一人物なんだと思います。こんな風に壁に沿わせて飾ったり、天井から垂らしたりして使うデコレーションライトです。私も今も持っています。今飾ってはないんですけど、結構お気に入りだったので保管しています。すごいインパクト出るんですよね、壁に。オンラインだとちょっとこの小さいサイズとパッと見似てるので間違わないようにしてください。小さい方は電池式のデコレーションライトで、こちらの大きい方はコンセントタイプのデコレーションライトです。店頭では絶対間違わないと思うんですけど、オンラインだと形状が似ているので間違わないように注意してください。いよいよクリスマスも大詰めということで、だいぶ売り切れているものが多くなっているんですけども、売り切れてしまったものはこういう店頭にディスプレイされているものがですね、サーキュラーマーケットというアウトレットコーナーに回りまして、そちらで販売していることがあります。今回ここは渋谷店なんですけども、やはりこのもう売り切れてしまったこの飾りですとかが
サーキュラーマーケットで並んでいました。展示品なので、展示品だったものなのでよく確認して買われるのがいいと思います。少しお安くもなってますしお得ですよね。サンタデザインの容器とかもねこちら出てました。もうあれ売り切れてしまいましたからね。ぜひ各店舗いろいろ売ってるものは違うと思うのでIKEA行かれた際はチェックしてください。これも渋谷店でシティ店舗ですけどもサーキュラーマーケットちゃんとありますのでぜひ行ってみてください。もちろんクリスマスのもの以外のものも定番アイテムもたくさん売っています。次は驚きのアイテムなんですけどもなんと帽子が出ていました。これはちゃんとしたファブリック素材の帽子なんですけどIKEA のショップバッグの素材の帽子も出てます。以前IKEA 渋谷がオープンした時にも売ってたもので国によっては常時売ってたりしますよね。ルームセットを一緒に見ようのコーナーです。こちらは香港の IKEA です。香港のルームセットはどれも日本よりもコンパクトな作りが多かったように思います。ここを紹介したいなと思った理由がロードマンソーという注目のシリーズ家具のシリーズが置かれていたからです。ミッドセンチュリー風で素敵なデザインなんです。まずこちらキャビネットが置かれています。ちょっと濃いブラウン、ウォールナット調のブラウン素材感なんですけど他のこちら部屋のこの上部とかに置いてある家具がですねエーケトシリーズが置かれているんです。こちらですね意外と違うシリーズでもカラーがマッチしてますよね。こちらもエーケトです。このシリーズ結構好評みたいで視聴者さんもサイドテーブルを寝室に買いましたって方いらっしゃいました。でこのロードマンソーのキャビネットなんですけどもこのように片方だけに扉がついているデザインで片方は飾り棚っぽく使うこともできますしこの扉をスライドさせると半分が引き出しになったようなデザインになっています。で引き出しの中はこんなねおしゃれなブルーなんですよ。足が黒い細足で先っちょにちょっとゴールドが入っているのもこのシリーズの特徴です。こちらはテレビ台です。こちらも両側に引き戸がついてまして隠す収納ができるようになっています。やっぱこの細い足がかっこいいですよね。かなり大きめの家具ですけども足のおかげで軽やかに感じます。で真ん中は引き出しになっています。細かいものも収納しやすくなっています。そして中はやっぱりブルーなんですよ。おしゃれ。手前のコーヒーテーブルはウォールナット付き板仕様のネストテーブルです。ブラウンの商品も豊富なので部屋全体をコーディネートできるのがいいなと思います。香港の IKEA でちょっと驚いたディスプレイはこちらです。このフレームに人形をディスプレイされていました。ちょっと怖いかなと思ったんですけども、ストーリーズに投稿したところ推し活のグッズとかコレクションをしまうのにいいですねっていう話をシェアいただきました。確かにホコリも被らないですし推し活グッズのコレクションに良さそうです。フレームも新商品が出てましてちょっと珍しいカラーのフレームが出ています。こちらサイズも別のサイズも売っています。ちょっと優しいグリーンみたいなおしゃれですよね。こちらはキッズコーナーの新商品です。グリースという IKEA で人気のボックスです。こちらから新色が出ていました。今までのシリーズは透明のものだったんですけども今回は透明じゃないしっかり色がついた赤ピンク黄色の3色セットが出ています。ちょっとブロック風のデザインになってましてとても可愛いですし子供でも簡単に開け閉めできて小物の細かいおもちゃの整理に我が家も使っています。うちはこの隣の半透明のものを使っています。半透明のいいところは中身がうっすらわかるので中身がわかりやすいということがあります。ただこの赤ピンク黄色の3色はとても可愛い色なので子供部屋とかに見える場所に置いてても可愛いだろうなと思います。ウェブで見たら色違いのバージョンもありました。ボックスセットすごく安いんですよね。それも押せるポイントです。何気に人気だった仕切り付きの大きめのボックスも復活していました。生産終了だったんですけど仕切りの数も一緒です。
細かいおもちゃを整理しやすいと人気なんです。ここからは冬のセールについて紹介します。 IKEA のセールはシーズンものの売り切りがメインになっています。こちらクリスマス関連のグッズが一部お安くなっています。こちらはグスタフさんとのコラボアイテムですけども、もうね売り切れてしまったものは多いんですが、今残っているものについてはちょっとお得に買うことができます。オンラインでも購入できます。セール品価格で在庫もオンラインで見ることができます。あと目玉としてはスクープの一番小さいサイズの値下げです。もうこんなん何本あってもいいですからね、買っておきましょう。あとは IKEA で人気のサメのぬいぐるみも安くなっています。後ろのゴールデンレトリバーがすごい気になりました。あとはこちらのお絵かき用のイーゼルもずっとロングセラーの商品です。こういうので値引きされると熱いですよね。あとはこちらの取っ手が取れるシリーズの片手鍋セットがお安くなっています。実はこういうの IKEA にもあったんですよ。あとこちらのカフェ風のサイドテーブルなんですけども、こちらもグリーンのみセールになっています。IKEA のこの生産終了品への値引きは結構容赦なくってですね割引率がすごいんですよね。あとこちらはオフェーリアの毛布ブランケットみたいな商品なんですけども、こちらも定番人気商品でして、こちらも値引きになっています。あとはこのあたりも私的には個人的に一押しです。結構店舗限定品みたいなのもありまして、こう店を歩いていますと店舗限定品にあたります。たくさんあります。店舗限定品はオンラインでは買えませんのでご注意ください。ぜひ店舗に行って黄色い値札を探してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は新商品たくさんありますので紹介します。またすぐ次の動画でお会いしましょう。